ああ、よかった。ここにいらしたんですね、ジャミルさん。アズール？何の用だ？クラスメート相手にそんな嫌そうな顔しなくてもいいでしょう。ジャミルさん、日直ですよね。午後の魔法師が自習になるそうです。職員室まで課題プリントを取りに来てほしいとトレイン先生が。わかった、すぐ行く。そういえばジャミルのやつ、アズールに本音ぶちまけ裏実況を全世界に放映されちまったんだっけ。嫌ですね、あんなの。もう言い逃れできないと思わせるためのハったりに決まっているじゃないですか。クラスメートを社会的に終わらせるような真似を慈悲深い僕がするとでも。いや、お前ならやるだろ。慈悲深いやつはあんなひでえ嘘つかねえんだぞ。本当にあの日はジェイドとスマホで通話していただけです。僕はレオナさんと違って必要以上に相手をいたぶって楽しむ趣味はありませんから。せっかく手に入れた秘密です。自ら価値を暴落させるような真似はしませんよ。はあ、どの口が。でもそうだな、悔しいがアズールの慈悲のおかげで俺の親もアジーム家も俺がオーバーブロッドした本当の理由は知らないままだ。寮生たちは。カリム寮長、なぜですか？副寮長をジャミルから変える気はないって。あいつは寮長のことも僕たちのこともずっと騙してたんですよ。また何か企むかもしれない。罷免すべきだ。お前たち、俺のこと心配してくれてるのか。ありがとな。でも今回の件はあいつだけが悪いわけじゃない。俺にも問題はあった。それにさ、スカラビアで今まで一度もジャミルに世話になってない奴はいないだろ。それは。確かに困ったことがあれば相談はしていましたが。だろ？あいつは優秀な副寮長だった。寮長の俺よりもずっと一時悪い考えに支配されちまっただけで。あいつはできるやつだ。お前たちを利用して俺を追い出そうとしてたのは確かだけど、俺はホリデーの事件があるまで一度だってジャミルに傷つけられたことなんかない。もっとひでえこといくらでもできたはずなんだ。でもあいつはやらなかった。17年間一度も。だからっていいやつだとは言わないけどさ。寮長。ああ、うまく言えなくてもどかしいんだが、もう少しだけ俺たちに時間をくれないか？寮長がそう言うなら。その後もつかず離れず適当にやっているスカラビア寮生は遠望診療がモットー。どいつもこいつも結論を急ぐのは避けて、誰につくのが得か注意深く動向を伺ってるんだろうさ。俺やカリムも含めてな。実にスカラビアらしい。皆さんとんでもなく面の皮が厚くていらっしゃる。あんなことがあったのによく一緒にダンスなど踊れるものだ。なんとでも言え。俺の場合オーバーブロッドの件で寮内外からの評価が地に落ちてるからな。スカラビア内外での地位向上のためにしばらくはおとなしくカリムに従っておくつもりだよ。きっと寮生たちは虎視眈々とあなたの席を狙っているんでしょうね。正確な不一致さえなければカリムさんは使えるのにこれ以上ない魅力的な主だ。いずれ彼が継承するであろう数々の財宝、それは現代社会において魔法よりもよほど万能に近いパワーを持っていますから。ホリデーの計画は俺にとって一世一代の勝負だったし、失敗して人生全部ダメになったと思った。でも結局そんなに変わっていない。
ありがたいことにな。カリムに解雇されない限りは、俺は従者の席に居座り続ける。せいぜい俺の有能な働きぶりを、周りの奴らに見せつけ続けてやるさ。カリムにも、両生にも、両親にも、アジーム家にも、お前らにもな。ジャミル、おめえホリデー前と後でキャラが変わりすぎなんだぞ。そうでなくてはね。カリムさんに解雇されたらいつでもオクタビネルへどうぞ。ジャミルさんほど有能な方なら大歓迎だ。それはどうも。何があっても、オクタビネルにだけは絶対に転寮しないけどな。おいお前らもうそろそろ行かないと、午後の授業遅れるぜ。カリムさんにせかされるとは。ですが、確かにその通りですね。アズールなんかと話している場合じゃなかった。早く課題のプリントを取りに行かないと。俺ら次の移動教室西校舎で遠いじゃん。急ぐぞ監督生グリム。お前ら待つんだぞ。